あなたは何のために英語を勉強していますか？皆さんこんにちは、さおりです。今回は私が英語力ゼロから約半年で英語を話せるようになるまでの勉強法について話していこうと思います。私はですね、日本生まれ日本育ちで、大した留学経験もなく、なんなら英語がすごくね苦手な学生時代をね過ごしてきておりまして、で高校生の時とかは、授業でもねちょっともう寝ちゃってたりとかあとはもう数学とか、理系の方が好きだったので、そういう授業にはね乗り気だったんですけど、もう英語はね本当に大の苦手でした。社会人になってもですね、一応トイックを受けなきゃいけなかったんですけど、それでももう300点を叩き出しているような人間だったんですね。こうして今現在海外でね IT エンジニアとして働くことができてるんですけど、そんな私がねどうやって英語力を身につけたのかについて、今回はね初公開していこうと思いますので、英語学習に興味がある方、またね将来海外で働きたいなっていう風に思ってる方はぜひこの動画最後までご覧いただけると嬉しいです。簡単に私の自己紹介をさせていただきますと、2023年6月にシドニーへワーキングホリデーで入国しまして、現在はグローバル IT 企業でエンジニアとして働いております。このチャンネルではオーストラリアでの生活に関してやオーストラリアから学んだことであったりとか、私の就活に関する経験などをシェアしております。ぜひねチャンネル登録まだの方はしていただけると大変嬉しいです。まずステップ1は目標を決めることです。英語学習をする目的としていろいろあると思います。旅行に行きたいとか、海外の大学院に行きたいとか、あとは海外就職したい、または英語でいろんな国の人とねコミュニケーションをとってみたい、日常会話を楽しみたいっていうパターンとか本当にいろいろあると思います。なので自分の目的、またどのレベルまで必要なのかっていう目標を一旦立てることが大切だなと思います。その目標レベルに合わせて勉強方法や勉強時間はね異なると思うので、ここがねかなり大事になります。じゃあ例えば私だったらですね、海外で働きたいっていうのが夢だったんですけど、自分がねもうグローバルな環境で英語を話しながら仕事をしている、その情景からもうなんか匂いまで全部想像しちゃうぐらいの勢いで、できるだけ具体的にイメージをします。で、自分は絶対に海外で働くんだっていうのをねもう毎日忘れないように私はもうノートに書いて、もうそれをね机に貼ってました。なんでこれが大事かっていうと、英語学習でも、ダイエットでも資格の勉強でも何でもそうなんですけど、もう継続が一番大変じゃないですか。もういいとも簡単にねもうだらけたくなっちゃうし、モチベーションはね簡単に下がるんですよ。もうやろうって思った時が一番モチベが高くて、もうそこからもう下がっていっちゃうんですね。もう私もね全然レイジーな人間なんで気持ちわかります。なのでもうそういうね自分だって分かってるので、目標をね紙に貼っていつでも思い出せるようにっていう風に工夫をしていました。なんか最近これかなり余談なんですけど、最近ね得た科学的な情報で人間っていうのはホメオスタシスっていう現状に戻ろうとする力っていうのがすごく働くみたいなんですね。例えばじゃあ英語を勉強しようとかで、もう最初はもうわけわからない言語じゃないですか。日本語と反対みたいな言語で、そんな言語をね習得しようっていうとするってことは、このコンフォートゾーンからね外れるっていうことなんですよ。でもさっき申し上げた通り、人間は現状維持したがる生き物なので、そこから戻ろうとするんですね。それを、じゃあどうやって戻らないようにするかっていうのに大事なのがイメージすることなんですって。で、イメージした先の自分が普通になれば、ここに向かって人は進んでいけるっていうことらしいです。例えばすごい寒かったら震えて体温を上げようとしたりとか、あとはすごい暑かったら汗をかいてね熱を下げようとかってするのもホメオスタシスが働いているからっていうところで、なんかすごい面白いなと思って、だから三日坊主になっちゃうのも普通なんですよ。普通だからこそ、そうじゃないようにする努力っていうのが必要っていうところで、このね目標設定は何を始めるにしてもねかなり大事なフェーズの一つなんじゃないかなっていうふうに思います。
で、続きましてステップ2は基礎を固めることです。これがですね、今後の英語学習の土台となるところなので、これもまたね大事な部分なんですけど、私がこれどうやって勉強したかっていうところなんですけど、私は発音、単語、文法しっかり基礎から行いました。で、私は英語系 YouTuber の厚英語さんをねかなり崇拝しておりまして、すごくねロジカルに何でも説明してくださってかなり好きなんですけど、厚英語さんもね申してた通り、発音からやるのが大事、発音文法を先に終わらせましょうっていう風に言ってるんですね。で、私もこれすごい大賛成で、発音の勉強って中学校から高校に上がるところですね、学校教育でもあんまりフォーカスされていなかったところだったので、私もね社会人でじゃあ海外に行こうって決めてから勉強して、もうすごく良かったなって思ったことの一つなんですけど、私はねこの本を、英語耳っていう本を使って、発音記号一音一音をね勉強して覚えるっていうのをしました。で、これを終わらせることで、後の文法とか、あとは長文の勉強とか、もう単語帳にはね発音記号が載ってるので、わざわざ調べなくても発音がわかるっていうところまでね行ったので、後の勉強がかなり楽になりました。あとはね文法も発音も数が限りがあるんですね。単語はもう本当にもうキリがない、もうどこまで行ってもわからない言葉ってやっぱり出てきて、日本語でもそうじゃないですか、わからない感じ今でも私もあるし、発音記号と文法は本当に数が決まっているので先に終わらせるっていうことをね私はしました。で、その2つをやってる最中も、単語の勉強は継続して行うっていうところで基礎を固めていきました。ステップ3は資格勉強で英語力をブーストしたことです。私はですね別の動画でもねちらほら話してるんですけど、オーストラリアでワーホリする前にフィリピンの語学学校で3ヶ月間みっちり IELTS の対策を行ってるんですね。で、そこでなんと私は IELTS4.0 から 6.5 まで伸ばすことができたんですね。これに関して詳しくこの動画でね勉強法については話してるので、ぜひ見ていただけたらなって思うんですけども、4技能ですね、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング全てをまんべんなく勉強することで、かなり私の英語力の基礎がねガッて上がったなっていうふうに思ってます。あとはですね、資格勉強することで、目標のスコアとか、あと実際自分がどのぐらい英語力上がったのかっていうのが数値でわかるので、私はねかなりそこがモチベーション維持にねかなり助かったなっていうふうに思います。私みたいに何かスコアとかの目標があると燃えるっていうタイプの人はね結構資格で勉強するのは合ってるんじゃないかなって思います。続きましてステップ4は、音読とシャドーイングです。これに関しては暇さえあればやるっていう風にしてました。英語勉強もずっとね机に座ってると疲れちゃうし、そんな集中力も持たないと思うんですけど、ちょっとした休憩時間とか外歩きながら私はシャドーイングしたりっていう風にして気分転換代わりに行っていました。で、ここでのポイントが大きく2つありまして、1つ目が完全にそのセンテンスを理解した状態で音読やシャドーイングをすることです。すべての単語もちろんのこと、すべてのね文法、取れない構文がないっていう状態にしてからシャドーイング、音読を行います。それによってかなりねリスニング力とリーディング力が鍛えられたなっていうふうに思います。ポイント2つ目が同じものを何回も何回も繰り返すことです。もうなんなら覚えるまでやるぐらいがね大切です。私がやってたのは IELTS の公式問題集のリスニングのねスクリプトの部分でシャドーイングをしてたのと、あとはお気に入りの YouTuber さんがいたんですけど、そういう人のお気に入りの動画を真似して発音してみるっていう風にしました。それでねかなり英語としての発音とか波流れっていうのを習得できたかなっていう風に思います。続きましてステップ5ですね。独り言英会話です。私はですねふとした時、思ったことをできる限りある一定期間はですね英語で話すようにしていました。あとはシャワーを浴びてる時とかその日
見たドラマとかコンテンツがあったらそれを自分で英語で説明してみる。で、わからない単語があったら調べるとかっていう風にしていました。で、あと1日1回は自分でこうね、ビデオを撮って喋ってみて、で、それを聞いてっていうね、もうかなりこれもう鬱になるぐらい嫌だったんですけど、やって発音とかの修正、あとは文法もね、間違ってるなとかっていうのをチェックしていました。続きまして、ステップ6ですね。ステップ6がオンライン英会話になります。私はこれは、フィリピン留学に行く前の2ヶ月間ですね、オンライン英会話をしていました。独り言英会話と並行してこちらは行っていました。メリットはですね、先生に発音とか文法のミスを見ていただけるっていうのはすごく良かったです。あとはね、シンプルに独り言英会話よりも楽しいです。人と会話できるので、そこはすごく良かったなっていうふうに思います。ただですね、これ注意点がありまして、私自身の経験からお話しするんですけど、一回一回のオンラインレッスンでちゃんと自分で目的を持って臨むっていうのは大事かなっていうふうに思います。今日はこれを絶対に勉強するぞとか、この発音自分苦手だから直してもらおうとか、あとは先生によっては結構先生がばっかりが話して、もう30分終わっちゃったとかっていう経験私もあったので、ちゃんとね、そういう一回一回のレッスンが無駄にならないように自分からね、積極的にレッスンをリードしていくっていうのが大事なんじゃないかなって思います。続きまして最後、ステップ7ですね。Netflix、YouTube で楽しく学ぶことです。YouTube とか Netflix を見ながらもね、自然にネイティブの人が使ってる表現を覚える立派な勉強の一つだと思います。なので、この人の発音かっこいいなとか、この人のね、表現すごいかっこいいなっていうのをぜひ真似してみて、で、また同じく何回も同じものを見るっていうのがおすすめかなって思います。私は当時エミリー・イン・パリスにすごいハマっててですね、エミリーがパリに行くっていうのがサオリ・イン・シドニーっていう風に勝手にイメージを置き換えて、将来絶対自分もオーストラリアで働くんだっていう風にね、イメージしながら見れたので、すごい一緒にモチベーション維持にもなってすごく好きでした。なのでエミリー・イン・パリスも私は何回もね見て、エミリーの真似したりとかをして楽しんでいました。ご自身のね、好きなコンテンツを見つけるのが一番いいんじゃないかなって思います。はい、最後まとめに入ります。1つ目が目標を決めてなりたい自分をイメージする。2つ目が基礎をおろそかにしないこと。インプット超大事です。3つ目がいろんなものに手を出すよりも同じものを何回も何回も繰り返すこと。4つ目がなりたい自分を想定して勉強自体を楽しむことです。最後にですね、私も実際に英語が話せるようになってオーストラリアで今エンジニアとして働いているんですけど、英語を話せるようになったことで得られたメリットって仕事を得れたことだけじゃなくてですね、人生の選択肢であったりとか自分の中での価値観がかなり広がったなっていうふうに思います。例えば日本語にはない英語特有の表現とかってあるんですよね。例えばビジネスシーンでもちょっとカジュアルな表現を使ったりとか、あとは恋人同士で呼び合う時の名前、日本って基本的にはそういう恋人間の呼び名みたいなのってないじゃないですか。そういうのを踏まえて、言語ってかなりその国とか土地の文化を吸収してるんですね。なので英語を学ぶことで、日本語だけで生きてる世界から一歩ね、パッと世界をね広げてくれる、そんな素敵なねツールの一つだなっていうふうに思います。もちろん英語だけじゃなくって他の言語もそうだと思うんですけど、それと反対にね、日本語ってこういうような表現するよね、でも英語にはないよねとかっていう風に日本語とか日本に対しても違った見方をねすることができるようになりました。外国語をね学ぶことは自分の世界をね広げてくれる素敵なツールなので、皆さんもね英語を習得して皆様のね夢をぜひ叶えてほしいなっていうふうに思います。この動画が少しでも参考になったよと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録、またコメントもお待ちしております。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。じゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。